こんにちは、トラです。令和4年、春が来ました。春は恋の季節です。僕も、季節柄、荒ぶるオス猫になってます。落ち着きました。5月3日、小田原城に行きました。小田原城は小田原市にあります。小田原市は神奈川県の西部。そこから、西は、箱根を越えて静岡県になります。小田原城は、五北条氏五代の本拠地です。小田原の北条氏を、鎌倉幕府の北条氏と区別するため、五北条氏と言います。北条氏の本拠地となることで、小田原は大きく発展しました。小田原市の人口は約18万人。市の人口ランキングで言うと、792の市のうち、122。東京の立川市や大阪の岸和田市と同じくらいです。名産品では小田原かまぼこが有名です。江戸時代は、東海道沿いで、箱根の山越えを控えた宿場町として、東海道53次で、最大の規模を誇る宿場町でした。現代も、小田原市は箱根観光の拠点です。小田原城は公園として整備されています。以前には、動物園や遊園地があり、天守閣跡には観覧車がありました。動物園には、象の梅子という人気者もいました。動物園は閉鎖となりましたが、今も、猿の檻だけは残っています。天守閣の観覧車はなくなりましたが、遊園地は営業中。天守閣に登るには、大人は510円、小中学生は200円です。もともと、小田原城は、大森氏が15世紀中頃に築いたのが始まりです。それを、北条氏が100年にわたり改修、強化してきました。小田原城は、北条氏の滅亡後、江戸時代に改修、縮小された後、明治に廃城となり、ほとんどの建物が解体されました。残った建物も、石垣とともに関東大震災で崩れてしまいました。現在の天守閣は、1960年に鉄筋コンクリートで江戸期の姿を再建したものです。天守閣の中は歴史博物館になっており、戦国時代や江戸時代以降の小田原城の歴史資料を展示しています。このうち、戦国時代を扱ったフロアは撮影禁止ですが、他のフロアは撮影可能です。五北条五代は、北条早雲に始まります。北条早雲と言いますが、北条を名乗るのは、彼の息子の代で、彼自身は、伊勢氏を名乗っています。伊勢シンクロ大森時が本名のようです。彼は、現在の岡山県の伊勢市の出身で、京都の伊勢市の養子となり、京に上り、銀閣で有名な、室町幕府、八代将軍、足利義政の弟で、一時は、後継者とされた、足利義満に、仕えました。その後、義政と日野富子の間に義久が生まれ、義見と義久は後継者争いとなり、応仁の乱が始まります。義見は一時、三重県である伊勢に落ち、新九郎も従って伊勢に下ります。義見は後に京都に戻りますが、新九郎は姉か妹の嫁ぎ先である敦賀の今川氏に向かいます。妹とその子供を助けて今川家の家督争いを収め、以後今川家の武将となります。その後、新九郎は伊豆を平定し、韮山を本拠地にし、さらに小田原城を奪取します。この時、彼は64歳でした。さらに今の神奈川県である相模の国を平定し、その3年後、88歳で韮山で没しました。特段の勢力を持たず、独力で伊豆と相模を手中にした北条早雲こと伊勢新九郎によって戦国時代が始まったと言われます。早雲の息子の二代氏綱の時代に本拠地を小田原にし、北条を名乗っています。北条を名乗った理由は、関東で馴染みのある姓を名乗ることで関東進出を容易にしたかったのかもしれません。氏綱の代で北条の勢力は武蔵の国や房総方面に伸びていきます。三代氏康の代で
扇ヶ谷上杉、山之内上杉、古学坊の三者連合の8万を8戦で破り、武蔵の国の支配を確立します。4代氏政の時代には上杉謙信や武田信玄に小田原城を包囲されますが、それぞれ撃退します。また織田信長に吉見を通じ武田勝頼と戦っています。5代氏直が家督を継いだ時、実権は4代氏政が握っていました。信長の死後、秀吉の力が強大化したことを受け、氏政氏直は単独では対抗は難しいと判断し、徳川家康伊達政宗と同盟を結びます。当時の国際情勢を考えれば、日本が統一国家になることは必然です。農民から身を起こし、それを成し遂げた秀吉は日本国史上最高の偉人の一人と言って間違いないでしょう。しかし関東に王国を築いていた北条氏にとっては、統一国家なんて迷惑以外の何者でもありません。地域王国の割拠こそ戦国大名北条氏の生き方なのですから。後に家康が脱落したことで頼みとした同盟は瓦解します。この時点で合理的に考えれば、北条単独で秀吉に対抗できない以上、教授しかありません。しかし北条氏は秀吉と敵対する道を選びます。判断が甘いとしか言えません。秀吉との戦いに備え、小田原城は強化されます。全長9キロの総構は当時日本最大です。後の秀吉の大阪城の総構でさえ全長 8.1 キロです。小田原城は日本最強の城。この居城は謙信や信玄に勝ったこともあるのです。北条氏はこの居城に5万6千の兵を動員しました。これは一大名の動員数としては驚異的ですが、秀吉はほぼ全国の兵を動員しました。その数は22万。海上も軍船で包囲します。秀吉は関東最初の総石垣の城を一夜で作ったように見せました。結局小田原城は海上降伏となります。4代氏政は切腹、5代氏直は高野山に追放となりました。秀吉の力が強大で単独で対抗できないことは北条氏にも分かっていたはずです。秀吉に備え徳川伊達との同盟を結んだくらいですから。しかし北条氏は家康が同盟を抜けてからもなお秀吉との敵対路線を崩さなかった。これは合理的な判断とは言えないでしょう。まるで居城が冷静な判断を奪うかのような呪いのようなものを感じます。秀吉は天下の兵を集め余裕しゃくしゃくで小田原城を落としました。秀吉は北条氏を愚かと笑っていたでしょう。しかしその25年後、豊臣氏はやはり時勢の流れを読めぬまま居城を頼みとして天下の兵に攻められ滅びることになります。居城の呪いが自らの家を滅ぼすなんて秀吉は思いもしなかったに違いありません。なんだか因果は巡ると言いますか、不思議な気がいたします。戦国時代は伊勢神九郎の伊豆侵攻に始まり、小田原城の開城によって終わりました。北条氏は外政だけでなく内政においても税を引き下げ、領民の貿易に関して配慮するなどよく統治しました。小田原の町は北条氏が発展させました。水道を通した高度に発達して都市でした。文化面でも絵画の小田原花能、茶器の小田原天領、刀の小田原宗集、甲冑の小田原鉢など文化工芸面の発展も目を見張ります。終わりがあってなくて過小評価されていますが、北条5代は間違いなく英傑の一族です。お土産は北条氏の虎の印を模したもなか。印判を用いた公文書の制度は北条氏が確立したと言われます。
税の徴収や裁判など直接領民に示される文書にこの印はありました。この印がなければ代官の署名があっても従わなくてよいとされました。代官に不正を許さなかったのです。陰謀は六条分、領民の財産と生命がまさに穏やかであるようにと、人々が平和で暮らすという願いが込められています。この婚姻というやり方は信長や秀吉に取り入れられ現代につながります。やはり北条五代ただものではない。お腹おいしかった。今日も良い旅でした。じゃあまた。